皆さんこんにちは、じゅんです。どうメガネ変えたんですけど、これめっちゃ良くない？ハリス・ミキさんとコラボした動画載せてると思うんですけど、記念品思い出っていうのかな、そんな感じでいただいたやつで、このレンズね、外に出ると黒くなるの。だからサングラスみたいな感じにもなるし、あとはこうやってスマホ見るでしょ、そのライトもカットしてくれるのね。今日つけてやっと2日目とかなんだけど、めちゃくちゃいい。そういう話はちょっと今回の動画はどうでもいいんですけど、まずね、みんなに話しておきたいことが、だいたい1ヶ月ぐらいかな、プノンペンを離れて西カンボジアを旅してきます。っていうのも6月28日から5日間ぐらいで、その後に2日3日後ぐらいにポイペトに行って、また別のね、映像制作のお仕事をいただいたので、それをしてくるついでに西カンボジアを一緒に旅してこようかなと思って、ここからがタイトルに書いてあるような本題なんだけど、なんで仕事を含めて1ヶ月ぐらい地方で旅するのかっていうのをちょっとみんなに伝えたいんだけど、そのね、理由がなんか最近心が動くことが全然なくて、なんかね、昔ほどね、こうワクワクしないんだよね。これってめちゃくちゃ僕からしたら結構深刻な問題。理由を考えたら、一つはカンボジアに1年半住んでみて、友達もできて、ある程度の場所とかも知って、で慣れてきちゃったっていうのがあるのかなって思ってて、もう一つがね、挑戦してないっていうのをなんかすごく感じるの。カンボジアでの生活に慣れてきて、そこを淡々とその日々をこなして、で僕が来た時を振り返ってみたんだけど、来た時ってさ、友達も全然いなかったし、住んでた場所とかも8人部屋のゲストハウスだったのね。でトイレとシャワーももちろん共同で、治安もね、正直言って良くなかった。そこに3ヶ月ぐらい多分住んでたんだけど、でもなんか当時を振り返ってみて、その時の方がすごいワクワクしてたんだよね。なんか心がすごい揺れてた、動いてたっていうのをすごく覚えてて、チャレンジャー精神っていうのがちょっとなんか薄れてきてるのかなとかも最近感じるんですよね。あと最後に、これがね一番結構悩みの種なのかなって思うんだけど、どこに自分が向かってるのかっていうのがちょっとさまよってる感じするんですよ。昔から僕の動画を見てくれてる人はわかると思うんですけど、もともとカンボジアにね4年前に来ていろいろ感じて、でじゃあゲストハウス作りたいなって思って来たんだよね。カンボジア移住の理由がゲストハウスを将来作るっていうのが目標としてあったんですよ。でもこの1年半いろんな人に会って、コロナとかもいろいろあるじゃないですか。そういうのを見ていく中で、そのゲストハウスを作るっていう目標がもうどっかに行っちゃってるのね、僕の頭の中で。来てすぐの時とかはさ、そういう目標があったから、ゴールがあってそこに向かってこうみたいな感じがあったんだけど、最近さ、なんかそういうのがなくて、漠然とカンボジアと日本の架け橋になりたいみたいな感じなんだよね。例えば TikTok とかでここまで跳ねるとかは全然想像してなかったんだよね。今日に至るまでにいろんなことが起きて、めちゃくちゃいい経験したし、僕の人生にとってすごいいいことが起きまくってるっていうのはもちろん感じるんだけど、そういう中ででもなんか心がね宙に浮いちゃって日常が過ぎちゃってるっていう、なんかわかるかな？わかります？この感じ。なんかね、そういうのを感じるのすごい。もちろんさ、将来の自分を信じてるし、いい方向に進んでいくっていうのはもうそこは自分を信じてるのね。だから単純にこの人生の波で行った時のこの下の部分にいるだけっていう風に思ってるんだけど、でもなんかね、今感じてるこの波の底のこの感じは昔とねなんかちょっと違うんだよね。今回の動画とかマジで僕の相談みたいになるんだけど、そういう時ってみんなどういう風に考えてるのかなっていうのを知りたくて、最近ねふとしたタイミングでめちゃくちゃホームシックになるの。今まで全然なかったんだよね。孤独を感じることはもちろんあったよ、昔とかさ。それこそシェアハウス住んでる時とかさ、夜中に天井を見上げながらさ、俺何してんだろうみたいな。でそういう時とかすごい孤独感じて寝れないとか全然あったんだけど、孤独っていうのかな、今の状況になると孤独じゃないのかな、なんかちょっとわかんないね。孤独ではないか。孤独とはまたちょっと違ったタイプのなんか孤独なんていうのかな、ちょっとわかんないんだけど、なんて言えばいいかわかんないんだけど、なんとなく予想できるの。なんでそういう風に感じちゃってるのかみたいな。
で、僕って友達がすごい好きなんですよ。仲良くなればなるほどその人のことを知りたいと思うし、僕のことも知ってほしいし、いろんな思い出を作っていきたいって思うじゃないですか、友達とかとは。どっちかっていうと、僕は日本人の人たちよりもカンボジア人とか、あと外国人の人たち、そういった人たちと過ごす時間が長いわけなんですよ。日本人の人たちよりも。僕の英語力って全然話してなくて、詳しいことまで掘り下げれないのね。話してる時にも何を言いたいんだろうとか、どういうことを伝えたいんだろうとか、やっぱ盛り上がってるの見てるとさ、何話してんだろうなとか思うんですよ。そういうのを思って家に帰ってきたりすると、なんか知りたいなみたいな。それに関してはもう本当に勉強するしかないんだけど、多分それが原因ですごいホームシックになったりしてんだよね今。全然病んでないの本当に。だけどなんか心の感情がね、なんか一定なような気がして、何が言いたかったかっていうと、僕の感情がそんな感じ一定なんですよ最近。だからそういう時ってどうしたらいいんだろうみたいなっていうのを単純にちょっといろんな人の意見を聞きたくて、僕はやっぱさ、そういういろんな人の意見を聞いて僕は吸収して、そういった考えがあるんだとかさ、そういう時にはこういう風にしたらいいんだとかさ、ぜひね、そういう皆さんの意見を僕は知りたいなと思って、今回こういうなんか相談みたいな悩み事について皆さんにシェアしました。久々に語った動画だけど、何が結局言いたかったのかっていうと、動画出してる日がちょっといつかわかんないけど、6月28から1ヶ月ぐらいかな、西カンボジアを旅していきたいと思います。最初の2週間は映像制作ので行ってくるので、ちょっと更新はね多分できなくなると思う。インスタグラムとか僕リンクに貼ってあるんで、そっちでは更新してるんで、よりローカルな面を知りたい人はぜひそっちもフォローしてください。で、あとはもう本当にみんなのその今の僕の感情を経験したことある人たちって多分いると思うんですよ。もし何か皆さんが共有できることがあれば僕にもしてください。本当にもうどんなことでもいいです。こういうことしてみればとか、こういう風に考えてみればとか、もう本当に何でもいいんで、ちょっとね、そういうアドバイスが僕今めちゃくちゃ必要なんで。というわけでちょっとね、久しぶりに語ってる動画っていうか、みんなにシェアしたんですけど、次回の動画ちょっといつになるかわかんないんですけど、楽しみにしといてください。というわけで僕の話だけの動画でしたが、皆さん今日見てくれてありがとうございました。バイバイ。次回もお楽しみに。言い忘れてたんだけど、西カンボジアでおすすめの場所があれば僕に教えてください。よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。